やだ、財布忘れちゃった。はしゃぎながら私たちが注文していると料理が運ばれてくる。するとすぐにママ友のあきこさんがいつものセリフを出してくる。初めからおごってもらうつもりだったくせにと心の中で悪態をつく。でもそんな素振りは見せないように気をつけながら私はにっこりと笑う。いいよ、みんな飲み物も飲みたかったら注文していって。私のその言葉を聞き、あきこさんは目に見えて嬉しそうに注文する。きっとここもおごってもらえると確信したのだろう。いやー、悪いね。今回も踏み倒せばいいという考えなんだろうが、そんな風に甘くはないってことを思い知らせてやる。みんな好きなものどんどん頼もう。私はそう言い、お酒の追加注文をする。それを見て調子に乗ったあきこさんも追加で酒を頼む。人のお金だと思って好き勝手するあきこさんに、私は怒りを抑えつつどんどん酒を勧めるのだった。私の名前はゆり。夫の健介と娘のりんと暮らす専業主婦。娘のりんが3歳になったことで保育園に通うようになり、24時間体制の育児から私は解放された。夫の稼ぎも十分にあり、空いた時間でパートなどをする必要性もそれほどなかった私は、自分の時間を持て余すようになっていく。ずっとりんにつきっきりで大変だったんだから、少しリフレッシュしたらいいと思うよ。俺はずっと仕事でゆりの時間を作ってあげられなかったんだしさ。そんな私に夫はそう気遣ってくれるが、育児にかかりっきりだったため、学生時代の友人ともしばらく会っていない。自分の友人には今でもバリバリ働いている人が多く、平日の昼間からお茶ができるような相手はいなかった。そんな中、リンは入園初日から友達を何人も作ってくる。保育園は相当楽しいらしく、毎日が充実しているようだった。こうして娘に仲良しグループができたことで、必然的にその母親同士も交流を持つことになり、私にもママ友と呼べる人たちができていく。一緒に公園に行ったり、休日に家族ぐるみでお出かけをしたりと頻繁に会うようになっていった。子供が同い年であって共通の話題も多く、会話も弾む。気がつけば保育園のお迎え前にママ友たちでお茶をしたりするような関係性にもなった。私にとってもママ友たちとのランチ会やお茶会は楽しく、家族以外の人と接する重要な交流の場となっていった。そんな風に仲の良いママ友グループが出来上がってしばらくした頃、普段あまり話さないママさんから話しかけられた。同じクラスの男の子、カイトくんのお母さんだった。今日も暑いね。早く夏終わらないかな。特に何でもない世間話。しかし私たちはこれが初めての会話だった。なんとなくママ友グループというのはこの交友関係に左右される。仲の良い子供たちの親が集まってできているというイメージ。うちは女の子なので、周囲のママ友も必然的に女の子の母親ばかりになっている。カイトくんは男の子なので、いつもは別のママ友グループに属しているはずだった。ほんと暑い。この暑さで外遊びするんだから子供ってすごいですよね。とは言っても別に邪険にする理由もない。私はこれといって特に疑問に思うことなく会話を続けていった。それ以降、やたらとカイトくんママが私たちのグループに話しかけてくるようになっていく。カイトくんママは名前をアキコさんといい、明るい雰囲気の人でよく笑い、よく喋る人だった。うちの亭主がこの前仕事でね、この前子供が熱出して、私はどちらかというと聞き役に回ることが多いタイプだったこともあり、アキコさんはやたらと私に話しかけてくる。それ自体は別に良かったが、結局仲の良いママ友たちとあまり一緒にいられなくなってしまい、少し寂しい気持ちになった。いつの間にか私とアキコさんがペアみたいになっていった。まあ悪い人ではないんだけど、でもどうして今まで仲良かったママさんたちと突然話さなくなったのか気になってね。
仕事から帰ってきた夫にそんなことを話す。別に問題がないならそれでいい。しかし、明子さんが以前一緒にいたグループのママさんたちからは、時々妙な視線を送られているように感じた。まあ人間関係で何か問題が起こることもないとは言い切れないんじゃない？母親だって人間だしさ。ゆりが嫌じゃなければ一緒にいればいいと思うよ。夫にそう言われ、私は考えすぎかと反省する。明子さんと他のママ友の間に何があったにせよ、それは私が気にするようなことではない。ところで、その人ってどんな人？写真とかある？何をいきなり。いや、ちょっと興味本位で顔を見たくなって。ちょっと待って、この間撮った写真が。私は夫にスマホの写真を見せる。この人どこかで。夫がぽつりとつぶやく。どうしたの？いやー、なんでもない。知り合いに似たような気がしたんだけど、思い出せないや。夫は交友関係も広いし、もしかしたら知り合いの奥さんだったりするのかもしれない。だとしたら、なおさら失礼のないようにしなくてはと自分を律するのだった。それからしばらくしたある日、私は突然保育園のお迎え前に明子さんから食事に誘われた。てっきりママ友グループで行くものだと思っていたら、まさかの二人きりで少し困惑した。いやー、いきなり誘ってごめんね。ここ前から行ってみたくてさ。全然、私も気になってたから誘ってもらえて嬉しいわ。食事中も話は弾み、楽しいひとときを過ごす。デザートまで食べ、お会計というタイミングになると、明子さんがいきなり大きな声を出す。やだ、嘘でしょ？どうしたの？明子さんの方を見ると、突然頭を下げてこう言う。ごめん、お財布忘れたみたい。悪いんだけど、ここ立て替えといてもらえないかな。お迎えの時に返すから。驚きはしたが、忘れてしまったものは仕方ない。どうせ数時間後にも保育園で会うし、構わないだろう。そう思い、私は2人分の会計を済ませた。ありがとうね。じゃあまた後で。店を出ると、明子さんは足早に去っていく。まったく、自分から誘ったのに財布を忘れるなんて、案外ドジっ子みたいなところがあるものだ。私はその時その程度にしか考えていなかった。困った時はお互い様。本気でそんな風に考え、彼女の真意に気づくことはなかった。その後、お迎えの時間になり保育園へと向かったが、明子さんの姿は見えない。あれ？明子さんは？まだ来てない？仲のいいママ友に聞いてみると、思いもよらない返答が返ってくる。明子さんならさっき帰ったよ。なんか急ぎの用があるんだって。後で返すと言っていたはずなのに、もう帰ってしまったらしい。せめて誰かに言づてを頼むとか、そういった配慮があってもいいはず。さすがに今回は違和感を覚えたが、ここで文句を言っても仕方ないと思い、それ以上考えるのをやめた。毎日会うのだから、いつでも返してもらえるはず。そう考えた。その後も何度か明子さんと顔を合わせることがあったが、食事代は返してもらえないまま。他のママさんたちがいる場でお金返せというのはなんだか気が引けてしまい、ずるずると後回しになってしまう。そんなある日、私は夫の職場に忘れ物を届けに行ったせいで、保育園に延長保育をお願いすることになった。普段は延長保育などしたことはなかったから、もしかしたらリンは寂しくて泣いているかもしれない。そんなことを考えながら急いで保育園に向かう。あれ？リンちゃんも延長保育？保育園の前で突然話しかけられ、振り返るとそこには明子さんがいた。うちも今日用事でさ、高いけど延長保育やってもらえると助かるよね。屈託のない笑顔を向けられると、思わず微笑み返しそうになる。しかし、彼女は未だに私が立て替えた食事代を払ってはいない。決して安いレストランではなかったため、それなりの額ではあったけど、本人はもう忘れているのかもしれない。しかし、今はそれより娘のことが最優先だ。寂しがり屋の娘が泣いているかもしれないと思うと、ここで金銭の受け渡しをしている場合ではなかった。すみません、遅くなりました。私がそう言い部屋に入っていくと、案の定娘は号泣していた。ママ。
おかえりなさい。りんちゃんずっといい子にしてたんですけど、我慢できなくなっちゃったみたいで。泣きながら抱きついてきた娘を抱きしめつつ、保育士さんにお礼を伝える。ここの保育園は延長保育ごとに生産が必要なシステムで、私は娘を抱っこしたまま会計を済ませた。泣きじゃくった娘はなかなか落ち着きそうにないため、あきこさんに話すのはまたにすることにし、帰ろうとしたとき、背後から大きな声が聞こえる。カイトくんママ、またですか？さすがにそれはもう困ります。声の主は保育士さん。普段の落ち着いた様子からは想像がつかない切迫した声に、よっぽどのことがあったんだろうと察する。今日は手持ちなくって、また今度持ってきますから。もう何回目ですか？さすがに困ります。そんなことを言われても。そんなやりとりの中に、ふと私とあきこさんの目が合ってしまう。なんだか嫌な予感がし、その場を去りたかったが、すぐにあきこさんはこちらに近寄ってくる。ゆりさん、ちょうどいいところに。そう言い、私の腕をつかむと、保育士さんのもとへと連れて行く。ちょっと、ゆりさんに立て替えてもらいます。え？急にそんなことを言われた私は、思わず顔をぎょっとさせる。立て替えってことはお金絡みだと思うけど、一体何を払わせようというのか。実は延長料金を払えるだけのお金持ってなくてさ、ちょっと立て替えて。彼女の突拍子もないお願いに私は声を荒げる。ちょっと、まだ前回貸したお金だって返してないじゃないですか。お願いよ、この通り。私の言い分なんて聞きやしない。リンが号泣していることを考えると、正直私は一刻も早く帰りたかった。しかし、保育士さんも困っている。この状況下では私が立て替えざるを得なかった。いやー、本当にありがとう。マジで助かったわ。なんだかそんなことを言われても、薄っぺらい感謝の言葉にしか聞こえなかった。返済前に追加で借りるなんて、一体どんな神経してるのか。ところでさ、これから実家帰るつもりなんだけど、よくよく考えたら電車賃もないのよね。それもちょっと貸してくれない？あろうことか、さらに追加で借りようなんて、どれほどずうずうしいのか。私はもうなんだかイライラしてしまい、突きつけるようにお金を渡した。本当にすぐ返してよ。全部で結構な額になっているんだからね。不機嫌なのを隠さずにそう伝えたが、あまり響いている感じがしない。もちろん、次会った時返すからさ。じゃね。そう言いスタスタ言ってしまう。結局その後もなかなか返してもらえない日が続いた。それだけでなく、私が断れないタイミングを狙い、細かいお金を借りてくる始末。返してくれと催促すると、ヘラヘラして逃げられてしまう。ゆりさんの旦那さんってめっちゃ稼いでるんでしょ？ちょっとくらいだったらいいじゃん。そんな風にも言ってくる。完全に舐められている。強く断れない私がいけないが、さすがにそろそろ限界だった。困った私は一つの行動に出ることにする。それは、あきこさんが私たちと話すようになる前に、一緒にいたママさんたちに話を聞くというもの。かつては仲良しだったが、今は疎遠状態だ。何かしらのトラブルがあったと考えてもおかしくなかった。あの人、絶対お金返してくれないのよ。おごってもらう前提でランチ会来たりするから縁切っちゃったの。そうそう。多分りんちゃんママ優しそうだからターゲットにされてると思うよ。あんまり関わらない方がいいよ。やっぱりか。正直そう思ってしまう。あきこさんは金銭的にかなりルーズな人で、お金を貸しても返ってこない。踏み倒すのが前提といった人らしい。かつてのママ友グループからそれで嫌われてしまったようだった。強く拒否できないからと私をいいカモにしているのだろう。私は改めて第三者の口からそう聞き、怒りが湧いてくる。彼女がやっていることはあまりに身勝手な行いで、決して許されるものではないはず。私はこのまま黙っていることはできないと考え、あきこさんへの仕返しを決意した。数日後、私と仲良しのママ友たちでランチ会を企画することにする。ちょっと遠くまでお出かけして、お高めのレストランでランチすることになった。
休日に集まり、子供の世話は夫に任せていた。育児を頑張る、自分たちへのご褒美という名目だった。私も行かせて。そんな私たちの企画をどこかから聞きつけた明子さんが私たちの前に現れる。どうせ今回もおごってもらうつもりだろう。それを把握した上で私は彼女の参加を快諾した。こうして迎えたランチ会当日、場所はおしゃれなレストランの個室だった。わあ、どれにしよう、迷っちゃうね。メニューを見てはしゃぐ私たち。注文を済ませ、料理が運ばれてくる。料理が運ばれるとすぐに明子さんがいつものセリフを出してくる。やだ、財布忘れちゃった。初めからおごってもらうつもりだったくせにと心の中で悪態をつく。でもそんな素振りは見せないように気をつけながら私はにっこりと笑う。いいよ、みんな飲み物も飲みたかったら注文していって。私のその言葉を聞き、明子さんは目に見えて嬉しそうに注文する。きっとここもおごってもらえると確信したのだろう。いや、悪いね。今回も踏み倒せばいいという考え方なんだろうが、そんな風に甘くはないってことを思い知らせてやる。みんな好きなものどんどん頼もう。私はそう言いお酒の追加注文をする。それを見て調子に乗った明子さんも追加で酒を頼む。人のお金だと思って好き勝手する明子さんに怒りを抑えつつ、私はどんどん酒を進めた。調子に乗って飲みすぎたのか、気がついたら明子さんはその場ですやすやと眠り込んでしまう。私たちはそんな彼女を残して店を出て行った。しばらくすると私の携帯に明子さんから着信が来る。もしもし。ようやく目覚めたであろう彼女に私はクスクス笑いながら話しかける。ちょっとみんなどこ行ったの？なんでいないの？寝起きと思われる明子さんのろれつは回らないまま怒声を響かせる。私はしめしめと思いながらもしらばっくれながら応対する。どこって、もうとっくに解散して言えよ。明子さんずっと寝てたの？は？帰っちゃったの？私お財布持ってないからおごってくれるって言ったじゃない。随分と都合のいい解釈をしているみたいだ。私はおごるなんて一言も言ってないよ。は？財布忘れたって言ったらいいよって言ったじゃん。あのいいよはあなたがいつものセリフを言って場がしらけたからみんなを和ませるために言っただけよ。は？それに今日は家に旦那さんもいるんでしょ？なんなら届けてもらえばいいじゃない。それは。口ごもる明子さんに私はとどめの一言を告げる。まあ安心してよ。明子さんの代わりに旦那さん呼んでおいたから。ちょうどいいタイミングで電話の向こうから声がする。明子、お前なんてことしてるんだ。あなた。声の主は明子さんのご主人の雄大さんだった。今回の作戦は明子さんの悪事を旦那さんにばらすことが最終目的だった。ママ友には事前に事情を説明した上で明子さんとランチ会に行く。そこで彼女はいつものように財布を忘れ私におごらせようとするだろう。そして油断させ酒を飲ませる。明子さんがあまりお酒に強くないというのは保育園のママさんたちから仕入れた情報で把握していた。明子さんが眠ったら我々は会計を済ませて解散する。ここのレストランは個別会計に対応しているので明子さんの飲み食いした分はもちろん払う気はなかった。あとはご主人に連絡するだけ。あの人のご主人が向かってますのでお会計はその時にもらってください。お店にはそう説明し私たちはさっさと帰った。お前なんでこんなことしたんだよ。だってゆりさんがおごってくれるって言うから。この後に及んでまだしらばっくれるつもりのようだ。しかしそんなことはさせない。全部聞いてるんだぞ。過去にもかなりの額を借りたままだって言うじゃないか。しかも他の人にも同じように迷惑かけたんだってな。あんな人の言うことを信じるの？妻である私よりあの女の方が信用できるってこと？泣きわめく明子さんの声が響くが旦那さんは怒鳴りつけた。
うちの会社の社長夫人にここまで迷惑かけるなんて、お前は会社での俺の立場を悪くさせたいのか？旦那さんの言葉にポカーンとしているのだろうか。さっきまでの勢いはどこに行ったのか、明子さんはぽつりとつぶやく。社長夫人？実は私の夫である圭介は会社経営者をしている。それなりに規模の大きい会社だったため、多忙な日々を過ごしている。明子さんの旦那さんはそこの社員だった。夫がなんとなく明子さんの顔が記憶にあったのはそのためだったようだ。つい最近、夫からそのことを知らされていた私は、明子さんへの仕返しを思いついた。明子さんは自分の夫の仕事に対してさほど関心がなかったようで、私が社長夫人だなんて思いもよらなかったらしい。社長の奥様にこんなご無礼を働いていたなんて本当に申し訳ありません。しっかり話をした上で改めて後日謝罪に伺います。電話口でご主人はそう謝り、再び明子さんを叱りつけた。後日、明子さんのご主人が謝罪に来てくれて、明子さんに貸していた金額をしっかり返してくれた。どうやら明子さんは前から金遣いの荒さが原因でご主人と口論になっており、クレカなどを没収されていたらしい。子供のために貯蓄していたお金に手をつけたとかなんとか、そんなことがあったそうだ。次に何かやらかしたら問答無用で離婚だと言っていたのですが、ご主人は沈んだ声でそう話す。しかし、自由にお金が使えない毎日を過ごしていた彼女が思いついたのは、ママ友からお金をたかることだった。夫からもらった生活費とは別に、私や他のママ友にお金を借り、自分のために使う。今回の件でご主人に全てがバレ、明子さんは離婚に至ったと聞く。職もなく、金銭感覚に問題のある明子さんは、当然親権など取れるはずもなく、一人で実家に身を寄せているとか。一方私は、明子さんがいなくなったことで、元の平穏な生活を取り戻した。金銭的には余裕があるとはいえ、やはり貸し借りのトラブルというのは精神的にきついものがあった。今後はしっかりと断る強さを持たなくてはと思う。そんなことを思いながら、友人たちと無邪気に笑う娘の姿を見て、私は今日も幸せをかみしめるのだった。